新しい Xperia 1シリーズが出ました。大きな進化は AI カメラアシスタントの追加、望遠カメラの高画質化、そしてソフトウェアの進化による全レンズの高画質化、この3つです。皆さんはフラッグシップのスマートフォンを購入したことはありますか？カメラはすごいし、機能も豊富。でも正直全部使いこなせるかと言われるとどうでしょう？いいものが撮りたい。でも何を撮ればいいのかわからない。どう撮ればいいのか想像することも難しい。そんな人にとってフラッグシップの性能というのは遠い存在だったかもしれません。でもこの Xperia 1 Mark 8は違います。知識や経験がなくても大丈夫です。AI がその場で最適な設定や色味を提案してくれます。高性能というものを一部の人のものにしません。誰もが楽しくクリエイターになれる、そんなスマートフォンです。そしてこの Xperia 1 Mark 8を手掛けているのは、そう、僕たちが愛してやまないソニーです。実際僕たちのクリエイティブな活動の多くはソニーのミラーレス一眼 α シリーズによって支えられています。いち早くミラーレスカメラ市場を切り開き、最新の α7 Mark 5に至るまで常に業界をリードし続けてきたこの α シリーズ。そこで培われた瞳 AF や階調豊かな画像処理など様々な技術がこの Xperia 1シリーズには惜しみなく搭載されています。そんな α らしさを受け継ぐ Xperia 1 Mark 8の進化点を大量の α ユーザーである僕たちと一緒に見ていきましょう。作例はいかがでしたか？気になるカメラ性能については後ほど紹介していきます。まずはいつもと同じくボディデザインから見ていきましょう。今回のボディデザインはオーアがコンセプトです。これは原石を意味しており、カメラバンプ、背面ガラス、アルミフレームの質感を合わせ込むことで原石のような所有感がある塊を目指したボディ設計になっています。重さは約 200g で、実際に手に持ってみるとザラリとした感触でありながら心地よく、特にサイドのフレームの質感が非常に好印象です。自然の中からそのまま取り出したかのような武骨さを感じて、一つの塊を持っている感覚というのは確かにあると思います。カラーはグラファイトブラック、アイオライトシルバー、ガーネレット、そして日本国内では SIM フリーモデル限定になるネイティブゴールドの4色展開です。シリーズ登場から継続していた縦型のカメラ配置は変更となり、合わせてソニーのロゴも移動されています。デスクに置いた時も割と安定して頑丈な質感ですが、画面左上を強めにタップしてしまうと少し揺れてしまいます。かなりギリギリではありますが、レンズは接地面に触れないようになっているので、ケースをつけない利用でも心配はなさそうです。このような大きな変更には賛否が分かれそうですが、僕自身としては高級感というよりクールな印象がむしろかっこいいと思っています。全然抵抗感はありません。ただ肌触りも良くて不快感は全くないんですが、不思議なことに爪が少し触れただけでヤスリのように削れて跡がついてしまったりもしています。拭けばすぐに汚れは取れるのですが、ここは気になる人もいるかもしれません。そして面白いのが Xperia 1シリーズ特有の規格についてです。多くのハイエンド機が廃止した 3.5mm のイヤホンジャック、そしてマイクロ SD と SIM カードが入るスロットを維持しています。2019年に始動した Xperia 1シリーズというのがカメラ、音楽、映像などの分野にこだわりを持つユーザーに向けて設計されてきたからです。ソニーがこれまで培ってきたカメラのアルファやテレビのブラビア、音楽のウォークマンといった技術がこの1台に集結されています。現在はメモリ価格高騰などの背景からこのマイクロ SD カードが使えるという価値が非常に高まっているので、ここはシンプルに嬉しいポイントですよね。しかもこれは 2TB まで対応しています。ディスプレイについては前作同様最大 120Hz の可変リフレッシュレートで、リアとフロントの照度センサーによる画面輝度の最適化、Xperia インテリジェンスによる最新のブラビア画質の再現を継続しています。日中でも見やすい明るさを確保しているため、屋外での視認性も比較的良好です。そしてソニーのカメラではクリエイターズアップやモニター&コントロールを利用することで、スマートフォン上での映像確認であったりリモート操作というのも可能になります。屋外での視認性の高さというのは Xperia 1 Mark 8ならではの良さですよね。オーディオについては WF1000X Mark 6との組み合わせで、混雑した街中でも途切れにくい音楽体験を楽しめて、新しいフルステージステレオスピーカーによりただ音質がアップしただけではなく、音量自体も 12% アップしているとのことです。そして物理ボタンは全て右側に集結しており、片手での操作が非常に簡単です。シャッターの半押しによるピント合わせも継続しており、USB-C は前作同様の
USB3.2 Gen 1の 5GB/s なので高速なファイル転送が可能です。もちろんディスプレイポートにも対応しているので、対応機器であれば外部モニターや AR グラスへの外部出力も可能にします。バッテリー容量は引き続き 5000mAh で、使用可能時間に関しては公式だと2日間の使用を謳っており、4年間使用しても 80% 以上の容量を保つそうです。ワイヤレス充電も対応しており、他にもお裾分け充電というちょっと面白い機能があります。相手の端末が地域規格に対応していれば、重ねておくだけで充電を分けることができるんです。また今作から新たにストレージを 1TB モデルを選べるようになりました。 512GB モデルであればメモリも 16GB を選択できるようになります。 3D ゲームを最高画質で遊ぶ、動画編集をする、 AI 機能で重い処理をする方などにとっては嬉しいポイントかもしれません。そして冒頭でもお伝えした通り、Xperia 1 Mark 8には α シリーズの優れた技術を継承しています。また今回搭載された Snapdragon 8 Elite Gen 5という強力なプロセッサーのおかげで AI などの高負荷な処理が安定して実行できるようになりました。そしてこれらを組み合わせることで、今までフラッグシップというのに距離があった方にも関係する大きな進化というのが訪れたんです。その一つが AI カメラアシスタントの搭載です。通常の写真撮影モード限定にはなりますが、カメラを構えると AI がシーンに応じてクリエイティブな表現を複数提案してくれるようになりました。風景の時にはレトロっぽく、夕焼けを撮る時は鮮やかに、我が子やペットを撮る時はふんわりなど、その場の雰囲気に合わせた色味やボケ感、レンズの提案をしてくれることがあります。クリエイティブルックをベースにした優れた色表現というのを楽しむことができます。もちろんクリエイティブルックは自分で選択することはできます。でもどういう色がいいのかわからない人にとっては、選ぶこと自体が負担になってしまう場合もあるかなと思うんです。その点、この AI カメラアシスタントでは AI が自動で適したシーンというのを提案してくれるので、気軽に様々な表現を楽しむことができるんです。その分少し気になる点としては、複数の提示があることで結局選ぶという行為が発生してしまうことがあり、選択を迷ってしまうことがありました。なので例えば提案する写真をナチュラルな方向とか大胆に変更した色味の2択にできるというモードがあっても面白かったかもしれません。ただこれはとても楽しい機能ではあるので、自分の好きな写真の傾向というのが分かってくるかもしれません。そしたら自分好みに撮りたいというような、そんな気持ちも芽生えてくるはずです。さらに今作はレンズも強化されました。前作の超広角カメラの進化に続いて、望遠レンズのイメージセンサーが前作の約4倍、1.56分の1インチセンサーに大型化したことにより、約1200万画素から約4800万画素に変更となりました。また静止画のみになりますが、ローマルチフレームプロセッシング、つまりは画像の重ね合わせ処理が進化しています。複数枚のロー画像を重ね合わせることで、白飛びや黒つぶれなどが大幅に改善され、暗所撮影においてのノイズ低減やダイナミックレンジの向上だけでなく、ポートレート撮影においてもより自然な色再現や背景の束分けというのも実現しています。これにより全てのレンズで低照度におけるノイズ、ダイナミックレンジ性能では大幅に向上しています。実際にフルサイズのカメラと比較をするとこんな感じです。スマホでここまでの暗証性能って結構すごくないですか？前作では望遠レンズが 85mm であったことから、今回は 70mm になってしまったことが少し残念ではありますが、画質自体が上がっているため拡大した時の解像度が担保されつつ、前作よりも広く撮影ができるためプラスの進化として捉えてもいいかなと思っています。そして全ての静止画、動画モードでテレマクロ撮影ができるようになりました。これはテレマクロモードにする必要はありません。望遠レンズの 140mm の時に被写体から最短約 15cm まで近づいた等倍のマクロ撮影を行うことができます。被写体にギュッと寄ることで光学的な自然なボケやダイナミックな演出が可能になります。前作では 120mm で約 4cm ほどまで寄れて約2倍のマクロだったため、近くに寄れるという気持ちよさは減ってしまいましたが、画質の向上やオートフォーカスに対応したことで利便性というのは確実に上がっています。そしてさらにオートフレーミングが望遠側でも使えるようになりました。これはカメラが自動で被写体を追いかけてくれて、常に最適な構図に調節してくれるような機能です。フレーミングする前の広い 4K の映像と、さらにフル HD でフレーミングした映像を同時に別々で記録することができます。なので常に大雑把に被写体が映るような広い画角で撮っておけば、自分でカメラを動かす必要がないんです。そのため自分の目でしっかりと見ながら記録もちゃんとできるようになります。人生というのは一度きりの瞬間で溢れていますよね。でもそれらを記録しようとすると、スマホやカメラ越しにその瞬間を見ることになってしまうということがほとんどです。カメラを続けている僕としては、思い出の瞬間っていうのはできれば自分の目に焼き付けたいんですよね。その時にこういった機能があるのはとてもありがたいんです。ただ僕個人としてのわがままを言えば、複数のレンズで同時記録できるようになると、さらに高画質で残せるのではと思ってしまいます。いつかはね、実装してほしい機能です。また細かいことにはなりま
ますが、フレームレートの変更や解像度の変更など細かい設定を追い込むことができないというところも少し惜しいと思います。これはジンバルのように安定して撮影できる AI カメラワークという機能でも同じようです。しかしオートフレーミングで切り出した映像と AI カメラワークではフル HD30fps で記録されるので、一般用途としては十分だと思います。作品を撮ったりする人とかは気になるかもしれませんが、参考程度にしてもらえたらと思います。ではここからはソニーのアルファユーザーである僕たちが実際に先行で使用して感じたことをお伝えしていきたいと思います。まずは撮影時の操作性から見ていきましょう。カメラを起動するにはシャッターボタンを長押しします。そしてシャッターボタンを押すだけで撮影ができるという非常に簡単な設計です。でもそれだけじゃないですよね。設定をしっかりと決めていきたいんです。プロ写真、プロ動画モードであればソニーのカメラと同様の操作感で撮影することができるので、ソニーのミラーレスアルファユーザーであればどこに何の設定があるのかが直感的に分かってくるはずです。これは細かいかもしれませんが、でもとても重要だと思っています。慣れないカメラを使ってセッティングができないという時のストレスって半端じゃないんですよね。だから統一されたこの UI 設計というのは本当に素晴らしいと思っています。そしてオートフォーカスに関してもやっぱりさすがなんです。タッチトラッキングや瞳 F、顔認識も搭載しており、アルファ並みに食いついてくれます。瞳を捉えているという安心感、これはスマホではなかなか感じることはできませんでした。そして何より使ってて気持ちいいのが半押し AF なんです。トラッキングもしてくれるので、片手が塞がっていてもコンデジを持っているような感じで気持ちよくピントを合わせることができるんです。撮影中にテンションが上がることってめちゃくちゃ重要なので、これはね本当に嬉しいところだと思います。ただ一方で撮影のプレビュー表示が少し気になりました。特にボケ感を使った撮影では処理が重たいのか、ボケの輪郭が大雑把に表示されることがあります。撮影した後はしっかり処理してくれているのでボケも馴染んではくるのですが、撮影中は少し違和感を感じています。また通常の動画撮影においてもプレビュー画質が少し落ちている印象で、これはちょっと残念なポイントです。ですが動画撮影についてはアルファシリーズにも搭載されている S シネトーンを使用することができます。これは元をたどると今撮影しているブラーノのようなシネアルタシリーズの技術を生かして作られたような色味で、色編集など難しいことをしなくても撮った瞬間からプロっぽい色が出るような、そんなカラー設定のことです。スマホ特有のパキパキとした質感ではなく、空気がふんわりと乗ったような白飛びにも強くどこか優しい、そんな質感を感じます。そして人肌が綺麗に映ってくれるので、日常の何気ない動画やポートレート撮影にも作品感が生まれてきます。取って出しでそのままスマホから共有することだってできてしまいます。これはカメラで S シネトーンを扱うよりも優れているところだと僕は思っています。ただ一つ惜しかったのが、僕たちは普段 S シネトーンではなく色編集を前提とした S ログでの撮影を制作に取り入れています。これは S シネトーンよりも柔軟に後処理ができるソニーのログ撮影と呼ばれる手法で、実際にこの動画も S ログ3で撮影をしているんですね。自分の好きな色味でコンテンツを届けていきたいんです。今回の Xperia One Mark 8は S シネトーンという優れたカラーが搭載されていることはとても素晴らしいです。でも S ログの搭載はありませんでした。最近は多くのフラッグシップスマートフォンでログ撮影というのが搭載されています。なのでここがね、いつか実現すればさらに完成度の高い一台になるかと思っています。とはいえ僕自身スマホでは結局ログ撮影って頻繁には撮らなかったんです。色の編集が必ず必要になるということは、誰かに共有するときに一旦その工程を挟まないといけないし、どうせならもっといい色に編集したいとか、日常の撮影や共有のハードルが少し上がってしまうんです。かといってスマホのスタンダードカラーだけでは線が太くパキッとした色味で普通すぎて撮りたいという気持ちも湧きづらいんです。その点ソニーの S シネトーンの色表現というのは素晴らしく、もし後からもっと色を変更したい、追い込みたいと思った時にも柔軟に対応することができる、そんなカラーなんです。編集をしてもいいし、しなくても使える、スタンダードカラーとログ撮影のいいとこ取りをしている、そんな撮影方法な気がしています。スマホはカメラとは異なり、基本的に常に持ち歩くものですよね。記録をより身近にすることができる、そんな存在です。だからこそデータが手軽だということはとても重要だし、日々残っていく記録が綺麗であるということはそれだけで大きな価値になると思います。そんな体験をこの Xperia One Mark 8では感じることができました。ということで、これらが僕たちの Xperia One Mark 8のレビューとなります。AI カメラアシスタントの活用も暗所性能の向上も、オートフレーミング機能やシャッターの半押しなど撮影が楽しくなる魅力がとても詰まっています。これだけの機能があれば、もしカメラが使えなくなった時、あるいは自分が撮影できない状況になった時でも誰かに渡してとりあえず撮ってもらうことができる。そして何より誰もがフラッグシップ機の性能を持て余さなくていいようになっていく。この進化は非常に素晴らしいことだと思っています。AI が急速に発展していく中でソフトがハードを生かし、多くの人の表現のハードルを下げてくれるはずです。
気になった方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。